こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、久しく遠征していなかったので、気分はワクワクさんモードです。ワクワクさんなら遠征ではなく、クラフトしてるんじゃないかしら。そんな正論言われても困ります。さて前回は田舎暮らしでの建築材集めを終わらせ、田舎暮らし仮閉鎖のお知らせをしました。まあ順調にピラミッドが完成に近づいているということよね。多分です。そしてこの先22層分の建築材を決め、整理したところまでです。というわけで今回の遠征では、星印の4つを集めます。石炭鉱石は地上で取ってしまうのね。あとたった18個ですし、途中で山岳を通りますから。なおちなみに、すでに材料が揃っているのは丸印、メサでサクサク揃うのは四角印です。故に次の建築ターンは130層までを予定しています。集めやすい建築材はほぼこれでつきそうね。さてエンダーチェストを片付けて、出発直前に忘れ物考慮時間に入りました。手堅いわね。さすがに遠征中に取りに戻ることは避けねばなりません。なお今回の遠征ではネザー経由で樹氷表現に行きますが、途中でゲームを切らずに到着を目指します。つまり、地図の現在地表示に頼らないのね。さてメサに到着。今回は色付き粘土は持ち帰らずにスルーです。インベントリ的に厳しそうなの？空いた分だけ伐採する予定です。松明やトーチにじわじわ原木を食われていくんです。さてまずは、すでに現在地表示抜きで行ったことがある、キノコ島を目指しましょうか。まあ楽勝よね。1分ほど進んだところで、地形の形状を頼りにここらで左折します。やはり一度経験があると迷う気がしません。とはいえど、周囲が海洋しか見えない最中を進んでいる時は、さすがに不安に駆られてしまいます。つまり迷う気がしてきたのね。おお見えてきました。さて、到着早々手早く行きます。禁止ブロックは4スタックと4つ集めれば足りますが、記憶しやすいように5スタックと覚えています。つまり60個も無駄に取るわけね。なお、禁止ブロックをまとまった数かき集めるのは初めてで、なんとなく罪悪感を感じてしまいます。希少品の破壊活動だものね。希少品でも、妖怪集めの時はこんな気分にならなかったのに、ほんと不思議なものです。それでなんとなく整地するのね。で、まあまあ自然かなと思われる地形を残し、回収完了しました。ちょっと微妙だけどね。さて次は原木です。このキノコ島の最大の謎は、島に屋根状の森が接していることでしたが、もはや謎は解けたも同然です。なぜこの森がオークや白樺ではなくて、原木を取りやすい屋根状の森だったかというと、もうまさにとしか言えないと思います。つまり、ダークオークの木の下にモブを沸かせて、キノコ島探索中のテリーを襲わせたかったためね。で、やっぱり回収早いです。ほぼ1分ごとに1スタック原木が取れるんですよね。リンゴの誘惑に負けたわね。拾う気になると危険なので、次のリンゴを見かけないうちに移動します。そして地形の記憶から、慎重に北の方向を見極めつつ、次の目的地は樹氷表現です。ここからなら2キロほど来たよね。という矢先に粘土の存在に気づきました。同じ粘土でも、キノコ島海岸で採取した粘土は一味違うと思うんですよね。そう思うなら、今まで確保した粘土は破棄して、ここで全部集め直すべきね。よく考えると産地偽装すれば済む話でした。さてその後北上し、多分ここあたりまでやってきたはずです。セルフ現在地表示ね。まあ今のところは想像の産物に過ぎません。そして上陸したばかりのキット島を少し進んだところで、目の前には見事なトンネルが。でかいトンネル閉じね。略すと D トンネルです。見た目通りで安直よ。ひとまず駆け寄って、
きちんと上の方が繋がっていることを確認して一安心です。で、同じ石炭でも、D トンネルで採掘した石炭は一味違うと思うんですよね。なら食べ比べなさいよね。さて28個の石炭を入手し、そろそろ樹氷表現のある地図に入ったんじゃないかという気がします。船は使わないのね。船はしばしば再利用できないので、狭い湖では泳いで渡ってしまいます。そして4分ほど駆け抜けたら、地図通りに雪が積もった山岳が見え始め、その山岳を、方向感覚を失わないように強引に愚直に北上し、さらに3分ほどで、どうやら無事に樹氷表現に着いたようです。なお地図上では多分この辺りです。結局特に迷わなかったわね。まあこの樹氷表現を見つけていたおかげです。以前雪を集めた、この地図のさらに北の樹氷表現に行くには、さすがに現在地表示がないと無理です。さて、ついて早々クラフトしてみないと落ち着きません。薄っぺらの雪のクラフト経験がかなり乏しいですから。まあこっちが本来のワクワクさんよね。で、ちゃんと作れることが分かって安心して、ここで力尽きました。そして気合十分でゲーム再開。ここから樹氷表現とのせめぎ合いが始まります。と言っても、地図上の雪色の中に、茶色の点を作って喜ぶだけでしょ。まあまずは、どこまで樹氷表現が広がっているかを調べます。敵を知らば百戦危うからずです。ておー。まず己を知らないとダメね。というか、今せっかく穴の直前で一瞬立ち止まったのに。いやそれより、今のシーズンではちょっとまずかったです。うかつに落ちたり滑ったりすることを避けねばいけませんでした。何の話よ。さて2分ほどでなんとなく埋めたところで、もういいでしょう。雪ブロックを採取したいです。地図埋めが面倒になってきたのね。この地図の西にも伸びていたので、どの道埋めきれません。さてインベントリを適度に開けて、方針としては土にはあまり構わず、シルクタッチのシャベルを振り回します。まあ土は後で捨てればいいわけね。で、採掘始めてわずか3分でインベントリがいっぱいに。この調子なら20スタック程度はあっという間のようです。早くも物足りなくなってきたの？がっつり集めたかったのですが、持ち運べる限界が厳しいです。少し経つと、徐々に雪ブロックを狙えるようになってきました。土の音がしたら少し上にシャベルを向ければいいわけですってふえー。なんだか奥が暗いわね。氷塊が積み重なると、奥まで直射日光が届かないようです。冒険心がそそられます。と、これ以上はきっとやばい。まあ2度も洞窟に落ちると学習し、注意力が発揮されるものなんです。ふおー、何今の俊敏な動きは。もしこっちで落ちてたら、落下直後にウィッチにばったりだったわね。それにしても、そもそも雪の下に空洞があるのはおかしいんですよ。普通なら、横長洞窟の中に雪が積もっているはずですよね。クリーパーには慌てないのね。最近戦ってばかりですから。さて20スタックは集め終わり、予備のためにギリギリまで雪ブロックを集めようと、積雪の処分にかかったところです。で、どうせならと、普通の雪ブロックと積雪8枚重ねの挙動を確かめています。8枚重ねでも、回収できる雪玉は少ないわね。そして、少々物足りないものの、22スタックの雪ブロックが集まりました。あとは広大な樹氷表現に、茶色の点ができているかを確認するのみです。そして帰りがけに、控えめながらも樹氷表現に一矢報いたことを確認し、15分ほどでピラミッド拠点に戻ってきました。意外と早く帰れるのね。ネザーワープと船旅があるおかげです。で、せっかくゾンビピッグマンがまたはいたので、大慌てでダイヤを用意したものの、
上げようとしたら、なぜか洞窟の中に潜っていってしまいます。やっぱり洞窟に潜る習性があるのかしら。時々ゾンビ属性があることを思い出すのでしょうか。まあ結果としては、またも拾ってくれなかったというところで、キリがいいので今回はここまでです。プレイの方はこの後、建築材のクラフトに30分ほど費やしたところまで進めています。次回はメサかしらね。割とあっさり済みそうなので、特に何かがなければ建築に着手し始められると思います。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。